はい、ということでこのハイエースの荷台に設置したスライドレールなんですが、以前はここの黄色いつまみ、これを下に2つ下げることによって開け閉めできる仕様だったんですけれども、これをこのレール左右反対にしまして、黄色のつまみを上げることによって開閉できるように変更しました。これやる前はですね、この荷台に重いものをこう乗せた時になんかロックも下がっちゃってうまく開閉できない時があったんですけれども、こうしたことによって重さを加えてもスムーズにこうロックしたりロック解除したりできるようになりました。でもってこの黄色いつまみ、前までは2つこっちとこっちを同時によってやってこう開閉する必要があったんですけれども、これだとですね、なんか荷物持ってた時に片手では開け閉めできなかったので、今回この真ん中に棒、ステンレスの棒なんですけれども、これを設置、あとサイドを加工したことによって片手でもロックしたりロック解除、こんな感じでできるようになりました。これめちゃくちゃ便利で、直近ですとさっきちょっとお見せしたスノーボードをですね、こう担いだままこうロック解除してそのままこれを積み込んだりとか、そういうことができるようになったので、めちゃめちゃ効率よくなったし使い勝手が良くなりました。これ本当にやってよかったと思います。自分この荷台をベッドキットをこう設置して寝れるようにしてあるんですけれども、この下のスペースがですね、ちょっとデッドスペースといいますか、奥の方のものを取り出しづらかったりもしたんですけれども、スライドレールつけたことによってめちゃくちゃ奥も活用できるようになったので本当に気に入ってます。で、今回この片手で操作できるこの部分なんですが、リピート体を使うことによって簡単に取り外しできるようにしたんですよ。っていうのもちょっと今草刈りの仕事やってまして、今後ちょっとデカめの草刈り機買うかもしれなくてですね、そういったものをこのハイエースに乗せるときにこのスライドレールの上にそういった機械に乗せちゃうとこれ壊れちゃうんで、
そういう時はですね、このスライドレールごと取り外すのを考えてまして、そういった時にこのリピート帯でやってるとその辺すごい楽なんですよ。ここを外すだけでこれポコッと取れて、このスライドレール自体もですね、この黒い部分これだけ丸ごとごそっと外しちゃえば、そういったでかい草刈り機も乗るのでっていう、ちょっと後々のことを考えてこういう仕様にしました。はい、ということで、今年最後の動画、このハイエースのちょっと改造したっていう動画になるんですけれども、来年はですね、今年以上にこのハイエースが活躍すると思ってまして、車中泊行ったり草刈り行ったり草刈り車中泊したり、これフル活用する予定なので、また今後もそういった動画をオンエアしていくと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今年2024年もわさびチャンネルご覧いただき誠にありがとうございました。今年残りわずかとなりますが、皆様良いお年を。そしてまた来年2025年ですね、もうわさびチャンネルを引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。